こんにちは、坂一文字光秀3代目の田中亮です。本日は家庭用の包丁の、切れ味の戻し方ですね。今すごい安い包丁とかもたくさん100円とか、ホームセンターで3000円とかですねあると思うんですけど、高い包丁何がいいのかって言ったらこれもう長く使えることなんです。使い方によっては一生だったりとか、うち研ぎにお持ちに来られる方とかってもう何台も使ってますとかっていう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりいい包丁はメンテナンスあってこそですね。なので、包丁の切れ味を、ずっと保っていただくようなメンテナンスっていう意味での研ぎを研ぎ師であるベイヤーさんに伝えていただこうと思いますので、包丁研いだことないよっていう方でも、初心者の方でもかなり分かりやすく噛み砕いて説明をしてくださいというお願いをしているので、買って間もない方とかですね、そんなことないという方にもぜひ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。今日ベイヤンに来てもらってます。もしベイヤンの方気になる方いらっしゃいましたら、ベイヤンさんのインタビュー動画も作ってますんで見ていただけたらと思います。で今日は早速家庭用の包丁を持ってきてもらって、ここからもベイヤンにパスしたいと思いますので、どうぞ最後まで見てください。じゃあまず包丁を研ぐときに必要なものをご説明させてもらいます。もちろんまず包丁ですね。あとはこの砥石ですね。あとはタオルを2枚、こちら必ず2枚あった方がいいので2枚用意してもらうことと、あと、あればこういう新聞紙とかこういう紙もあればよりいいですので、まず研ぐとなったらこちらをできる限りご用意してもらうようにしてください。まず包丁が切れない状態っていうのをご説明させてもらうんですが、包丁って皆さんこうどんどん切っていくと思うんですが、その状態っていうのはもう常に刃先がこう摩耗をしていってる状態ですので、その状態が続くと刃先っていうのがどんどん丸まってツルツルになっていく状態になってます。この状態だと全然もう切れない。こういうところで動かしたとしても滑る状態っていうのが切れない状態になってます。逆を言えばこれが切れる状態っていうのはこう動かした時にこれがかかる状態、引っかかる状態っていうのが切れる状態なので、研ぎっていうのはいわゆるツルツルした状態からこれをかかる状態に戻すっていうのが研ぎになります。砥石の紹介させてもらいます。砥石というのは、基本大きく分けると3種類ありまして、粗砥石、中砥石、仕上げ砥石っていう3種類がありまして、これ何が違うかっていうと、正面触れば分かるんですが、粒子の粗さっていうのが砥石の種類の3種類で分かれているところです。3種類それぞれに役割があるんですが、初めて研がれる方っていうのがこれを全て使い切るっていうのは難しいので、中砥石という砥石、こちらを一つで研ぎをさせてもらいます。中砥石っていうのがいわゆる先ほど言ったツルツルした状態から引っかかるように戻す刃をつける砥石になります。砥石というのは必ずシャープっていう記号の後に数字が必ずつくんですが、1000っていう風に数字が書いてあるもの、それが中砥石になるので、まず初めて研がれる方で砥石を選ぶ方はそのシャープ1000というものを選んでください。先ほど言った粗砥石とか仕上げ砥石っていうのもあるんですが、研ぎ方を変えないといけない、また別の役割がありますので、まずこれで研いでいってもらった時にうまく研げないと、その時にこの2つっていうのを一度研いでみるっていうことを考えてみてください。研ぐ時の包丁の握り方、これはもう基本切る時とほぼ同じです。しっかりと柄で握ってもらって、人差し指っていうのは峰を持ってもらって、あとはこの親指っていうのはこの刃元に当ててもらう。切る時でも研ぐ時でも一番ぶれない持ち方になってますので、この持ち方で研いでもらうのが一番いいです。左手側っていうのは基本的にはもうここを添えるだけで、家庭用の包丁っていうのは両刃ですので、反対側を研ぐ時、それは基本も逆に持つだけです。動かし方っていうのもよく聞かれるんですけども、研ぐ時というのは45度っていうのを意識してもらうんですが、この時のこの45度、この角度っていうのを常に意識してもらう。決まりではないんですけども、一番この角度っていうのが研ぐ時に安定しやすいので、しっくりこない時っていうのは若干傾けてもらってもそれは問題ないです。慣れてないうちっていうのはここを意識しながら研いでもらうこと、必ずなんですけども、研ぐ時っていうのはこの手首っていうのをしっかりと固定してもらうことですね。ぐらついてしまうと研ぎっていうのは安定しないですし、何よりもこのぐらついてる状態で動かすと
指を切ってしまうことがありますので、肘っていうのを使いながら、細かく使いながら前後に動かしてもらう、押すっていうのを意識してもらって、あまり引く時に力を入れてしまうと砥石にぐっと食いついてしまうので、これはあまり危険な状態なので、ある程度押す時に力を入れる、戻す時っていうのはあまり力を入れないで軽く戻す、この取り方で動かしてもらうっていうので大丈夫です。必ずですけども、砥石のセンターを必ず使うことですね。砥石のこの角っこっていうところにこの指がいってしまうと、これはどうしてもこの角度ブレになってしまいますし、これもやはり危険な状態なので、この常にセンターにこの左指がある状態で動かしていってもらうと思います。どういうふうな角度で研いでいいかわからないっていうことをよく聞かれるんですけども、前提として両面から取り入れる包丁っていうのは角度っていうのがないんです。なので基本的には自由に研いでもらってもいいんですけども、寝かせた時と起こした時のメリットデメリットっていうのがありまして、角度が浅い状態の研ぎっていうのは研いでいくと削る量がどうしても多くなるので、その分刃が薄くなる、鋭くってよく切れる刃にはなるんですが、刃こぼれっていうのも多くなります。逆に刃を起こして研いでしまいますと、刃先がきっちりと研げるので、刃先が厚みが出て刃こぼれはしにくくなる反面、薄い状態よりか切ったらちょっと物足りなく感じると思います。なのでその角度の調整っていうのは慣れていった時に自分の合う角度っていうのを見つけてもらった方がいいと思います。慣れてない時っていうのはその角度っていうのはやはり基準がないとわからないので、よく言われているのが効果があるんですが、この効果を砥石の上に置いた時、この角度っていうのがおおよそ10度から15度ぐらいと言われてます。大体上から見た時に半分ぐらいに見えるぐらいの角度に置いてください。いつまで研いだらいいかわからないっていうところを皆さんよく聞かれますので、一番分かりやすい確認の仕方として返りというものがありまして、先まで研いでいきますと反対側にちょっとめくりが出てきます。その反対側のざらつきっていうのを返りを言いまして、この返りっていうのがこっち側が研げてますっていうサインになってますので、しっかりとここの先から根元までざらつきが出てるかっていうのを常に確認しながら、先から根元まで出たらこちら側が研げてますというサインになってますので、それが出るまでしっかり研いでください。研ぐ前に砥石というのが水につける必要があるんですが、ただちょっと注意が必要なものがありまして、水につける必要がない砥石っていうのもあります。確認の仕方として単純に水の中に突っ込みます。突っ込んでいってもらいましたら、こちらが泡がブクブクしていると思うんですが、ブクブクしているっていうものの砥石は必ず水をつける必要があります。つける必要がない砥石っていうのはもう泡が出てこないので、もう水につける必要がないのでそのまま使えるんですが、こういうつける砥石というのは必ず水につけていってもらいまして、こういう泡がしっかり出なくなるまでですね、しっかりと水につけてもらいます。砥石の乾き具合によって変わるんですが、大体数分つけてもらったらある程度砥石自体にしっかりと水が染み込みますので、ご家庭用っていうのはどちらかといえば水をしっかりと吸わさないといけない砥石っていうのが多いので、しっかりと水につけてください。水をしっかり吸った状態っていうのは、水をかけてもなかなか表面が乾いてこないので、この状態であったら包丁っていうのは研げます。逆にこれも水と吸う砥石なんですけども、かけてもすぐ乾いてきますので、こういう砥石っていうのはしっかりと水につけないといけないので、乾いてこないのでしっかりと水につけてください。タオル2枚用意してもらったんですが、これもしっかり水に濡らしてもらって、濡れた状態で砥石を置かないと、乾いた状態のタオルだと研ぐと結構動きますので、しっかり水に濡らしてもらって、これなら動きませんので。これは木の部分はこう使いやすいようにそうですね、これはつけてあるってことですね。そうですね、くっついてますし、砥石っていうのは台がついているものとついていないものがありますので、もちろんそれでついていないといけないものではないので、しっかりと、この方が安定はしますけども、こういうついているものをしっかりとここで動かないような状態だけはしっかり作ってください。あとはもう一つ、一つアドバイスとしてですね、砥石の向きっていうんですけども、平面な状態でももちろん問題はないんですが、
ちょっとこれを上をちょっと立ててもらって少し斜めにしてもらった方が研ぐ時の動きっていうのがスムーズになりますので、上から下に下げるような角度で研いでもらったらより研ぎやすくなりますので、先ほど言ってました通り砥石のセンターを使って左手の指を添えたところで研ぎますので、これを先から根元まで返す、動かしていく。これがいいんですが、スムーズに動かすというのがどうしても最初は難しいと思いますので、場所っていうのを切っ先付近、先端付近、刃元付近3つに分けて、まず先端を左手を添えて、そこあまり指を動かさないようにその付近だけを研ぎます。そしてちょっと研ぎを止めて真ん中ぐらいに左手をもう一度動かします。そしてもう一度研ぎます。そしてもう一度刃元ぐらいに指を押さえて動かします。大体この3段階ぐらいに最初は分けていって、ある程度この動かし方っていうのがある程度慣れてきたら、少し左手を滑らすようにちょっと下にずらしていきながらスムーズに動かせるようになっていくから、より綺麗に研げますので、角度っていうのを先ほどちょっとご説明させてもらったんですが、ちょっと落とし穴というか角度っていうのは実際一つではなくてですね、直線の形になってるので、この角度プラスこの角度っていうのも実は落とし穴としてあるんです。押さえてるところは砥石に当たってるんですが、切っ先付近、刃元付近っていうのが砥石から浮いてしまってるんです。ここに左手を添えても砥石が当たってないので、何回研いでもここは研げないです。なのでその角度調整っていうのも実は必要になってくるんです。手首っていうのはもう固定してしまってるので、これを動かしてはいけないので、角度っていうのを肘を使って調整しないといけないんです。切っ先に当てる場合っていうのは肘を上げて切ってもらいますと、基本ここに砥石が当たるようになってます。刃元付近を研ぐというのは肘と柄を下げてここに当たるようにしてください。そうすればこの平面の砥石でもこういう曲線の包丁っていうのがしっかりと砥石が当たるようになります。あとはもう先ほど言ったこの2つの角度っていうのをしっかりと意識しながら先端から刃元まで研いでいくわけです。角度っていうのをこの15度から15度っていうのをまず決めてもらって、そしてあとはもう手首というのは固定して、肘だけである程度その先ほど言った曲線の角度に合わせていくような研ぎ方です。こちら側にきちんと返りが出てるかっていうのを常に確認しながら、返りが出てるところを研ぎすぎていってしまいますと刃先がどんどん減っていくような状態になりますので、あまり返りが出てるところっていうのは研ぎすぎないようにして、しっかりと出ていないところを重点的に研ぎます。黒いのは気にしないでやっても大丈夫なんですか？これがあった方がよく研げます。あまりこれを流しちゃうとちょっと研げる力がどうしても弱まってしまうので、水で流しすぎない方がいいです。研磨成分みたいなのが出てきてるみたいなイメージそうです。はい、表面からそういうものが出てきますので、これでもうしっかりと返りというのが出てますので、こちら側というのはある程度刃先まで研げてる状態です。この包丁は両刃ですので、こちら側っていうのもしっかりと研がないといけないので、先ほど言いました通り反対側も使います。研ぎ方としては基本的に右側とほぼ同じようなことを意識しながら角度をしっかりと固定させて反対側も研んでいきます。刃先が当たってない音っていうのはあまり何も音がしないんです。それが刃先に当たると、例えばこうシャッシャッシャッっていう音がしてきますので、その音の違いでもある程度刃先に当たってるっていうのが分かってきますので、反対側も同じように返りが出てるかを確認します。返りが出てるということはしっかりと両側の刃先が研げてますので、言った通り引っかかる状態にはなってます。ただちょっとこの状態っていうのは結構刃先がかなり薄くなってる状態でして、刃先が破けてる状態になってます。この状態でも切れるのは切れるんですが、あまりちょっとこう薄い刃っていうのは刃こぼれがしやすいっていうのもありますし、
帰りっていうのも若干刃先に残ってますので、仕上げとして小刃引きとか糸刃引きっていうふうに言うんですが、先ほど言ったこの手首の角度をよりちょっと立ててもらいまして、大体この45度に立てた角度でもう水もある程度もう液汁を出さないぐらいの弱い状態で軽い力で、もうこれは研ぐというよりも砥石の上をスーッと滑らすような感じで軽く刃先だけをスッと研ぎます。そうすることによってちょっと刃先に強度が出るっていうことと、この砥石の研ぎの目っていうのを揃えるに反対側に出た帰りというのも軽くスーッと取ってもらいます。それでこちら側両方からの研ぎっていうのがしっかり出てます。この状態で研げてはいるんですが、やはり砥石で研いだ帰りっていうのはなかなか取れないっていうのがありますので、新聞紙っていうのが繊維状になってますので、こういう上で少し吸ってもらいます。こういう形で帰りを取る。僕たちはどちらかといえばこういうやり方というよりも布生地のところにこう当てて帰りを取っていってます。こちらは楽ではあるんですが、ちょっとズボンが傷んだりするので、あまりこのやり方よりもこっちの先ほど新聞紙のやり方の方がやりやすいので、この状態である程度刃がついたような状態になってますので、これを先ほどの新聞紙で切ってみます。これがいわゆる滑った状態のツルツルした状態から刃先がかかる状態、それが切れる状態になってますので、それをするのが研ぎになります。包丁の切れ味の戻し方ということで、今日はベイアンさんに登場していただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日のやつは本当に、初級編です。なんで、ご家庭用の方とか、包丁研いだことないよっていう方でも分かりやすい動画作ろうということで、今日ちょっと協力していただいているので、もっとですね、例えば片刃の包丁だったり出刃の強度の持たせ方とかですね、逆にもう仕上げバリバリ当てた切れ味に完全にこだわった研ぎ方とかですね、いろんなパターンも今後出していけたらと思うんで、ぜひこういった動画見たいみたいなことがあればコメントとかで教えていただけたらなと思います。見ていただいていい動画だなって思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回もありがとうございました。ありがとうございました。